こんにちは、トランスです。今回はグラフィティボールズを攻略します。スプレー缶から発射できるのは黒いボールです。これを他のボールに当てます。当たるとビリヤードのように軌道が変わります。また、同じ色同士がぶつかると一つになって他の色に変わります。なんだか核融合のようですが、変わっていく色の順番が決まっています。ゲームオーバーになる条件を説明します。それは同じ色、特に黒色のボールが画面上に多くなることです。今はとても危険な状態です。画面の右上にドクロマークが出ます。この時に黒い球を減らせればゲームオーバーを回避できます。今のケースでも素早くボタンを連打して黒いボールを赤いボールに変えていれば余裕でセーフでした。目標の一つは画面上に全ての色を存在させるです。これはトロフィーの取得条件にもなっています。これを達成するのも大変なのですが、目標のもう一つはこの延長線上にあります。なので1回のプレイで2つの目標をクリアすることをお勧めします。もう一つの目標は白ボール2つをぶつけて消滅させることです。プレイ時間が長いので10倍速でお送りしています。それならプレイの最初から流せばいいじゃんと思われたかもしれません。実はプレイステーション5の録画機能は1時間までという制限があります。つまりトランスのプレイだと目標を2つ達成するのに1時間を少し超えてしまいました。予想していれば2回に分けて録画したと思うのですが、こんなに時間がかかるとは思っていませんでした。皆さんならもう少しうまくできると思いますか？ボールが増えてくると黒いボールを直接狙えなくなることが多くなります。特に画面の端で他の色のボールに囲まれると露出させるのも容易ではありません。常にゲームオーバーの危険にさらされているので、黒いボールや赤いボールを増やしすぎないようにコントロールする必要があります。それを踏まえながらボールの色を昇格させるようにぶつけていきます。黒いボール2個が赤いボール1個に変わり、赤いボール2個がオレンジ色のボール1個に変わります。黒、赤、オレンジ、黄色、緑、青、青紫、赤紫、白の順番で昇格していきます。トランスの動画をよく見てくださっている皆さんはご存知だと思いますが、トランスの動画のサムネイルには必ずこの色相関が出てきます。ニュー、みんなのゴルフでおなじみのトランスのオリジナルキャラクター、カラーズも色相関に合わせて作っています。ちょっと計算をしてみましょう。赤いボールは黒いボール2個でできています。オレンジのボールは黒いボール4個でできています。黄色いボールは黒いボール8個でできています。途中を省略しますが、赤紫のボールは黒いボール128個、白いボールは黒いボール256個でできています。ということは、トロフィー取得のために全ての色を画面上に出すとなると、最低でも1足す2足す4足す点々点足す256個の黒いボールを吹き出します。これ、うまい計算方法がありましたよね。初項1、項比2、項数9の等比数列の和です。自信がないのでネットで調べました。2の9乗引く1、つまり511です。1回のショットに5秒かけたとすると約43分です。1時間以上の余裕がある時でないとプレイできないと思います。画面上は白いボールが出現してからかなり時間が経っていますが、赤紫のボールまでなかなかたどり着きません。やっとのことで
赤紫のボールが完成しました。次は青紫のボールを作ります。青いボールが2個必要です。緑のボール2個をぶつけたいのですが、位置関係がうまくありません。うまく緑のボールを手前に持ってこれました。青紫もすぐできそうです。なんて簡単そうに見えますが、実際にはこの10倍時間をかけて狙っています。トロフィーが近づいてきましたので、等速に戻します。この時になんでトロフィーが取得できないのと思ったのですが、黒いボールが足りていないだけでした。余韻に浸っている暇はありません。もう一個白いボールを作ります。今度は全色を揃えなくて良いので、今までよりは少ない時間で済みます。ですが、白いボール1個分、総数が増えていますので、障害物が多くなっているとも言えます。動画は10倍速に戻しています。簡単そうに見えますが、いい加減にプレイすると、すぐにゲームオーバーになります。状態が悪化すると、回復させるのが困難な状況になります。その時には、針の穴を通すようなミラクルショットが必要になったりします。そして、黒いボールの数を減らせない時は、赤いボールの数を減らすことを考えます。本当に危険な時には、緑色のボールでも、青色のボールでも数を減らすことを優先します。1時間以上の集中力が必要なゲームであり、もう一回プレイしたいとは思わないですね。赤紫色のボールが2個できてからかなり時間が経っています。位置関係が悪いとぶつけるのに苦労します。黒いボールや赤いボールが増えすぎないようにしながら、赤紫色のボール同士を近づけることができません。等速に戻して危険な状態を観察します。ドクロが出てから4秒以内に黒いボールを減らします。この場合はリカバリーが簡単だったので落ち着いてショットすれば良いのですが、ここでゲームオーバーになることを考えるとゾッとしますね。赤紫色のボール同士も近づいてきました。また10倍速に戻します。あ、やっと白いボールの2つ目ができました。しかも近い位置にあります。安全策を取りながら偶然を装ってぶつけちゃいましょう。慌てない、慌てない。もどかしく見えるかもしれませんが、1時間もの間この調子でプレイしてきたのですよ。それぐらい同じ色のボールをぶつけるのは簡単なことではありません。速さと正確さを両立させるのは難しいことですが、トランスはこのバランスを取るのが得意です。いい感じで追い込みました。左から押してフィニッシュです。やっと達成しました。長かったです。もう当分このゲームはプレイしたくありません。ですが、もう一個の目標のため、もう少しだけプレイしました。いかがでしたか？また来週お会いしましょう。ところで、上位の人たちは何時間プレイしているのでしょうか？